今回の産業まとめ。使い回し、再利用 ?1 件や2件ではない。罰則強化も必要か。最近韓国では食堂での食べ残しの使い回しや不衛生な再利用がネットで話題となっているようです。今回話題の発端となったのは釜山にある老舗の食堂で、スープの温め直しを要求された際に、食べかけのスープをスープの大鍋に入れ、鍋の中の温かいスープを客のスープの器に移していたことが発覚しました。この投稿はその時の写真2枚とレシートが掲載されただけで証拠としては不十分でしたが、店主は事実を認めて謝罪しました。釜山チュング町は職員を派遣して現場調査を行い、営業停止15日の行政処分を下し、さらには食品衛生法違反で刑事告発したそうです。3月には親戚の豚クッパ店を応援するために YouTube でライブ中継を行った人がいましたが、この動画も別のところに注目が集まってしまいました。生中継中、従業員が食べ残しの角テギを片付けて角テギの容器に戻し、別の従業員がそれをよそってそのまま別の客に提供した場面が映り込んだそうです。騒ぎになると店主や従業員は謝罪に追い込まれ、同様に営業停止15日の行政処分と刑事告発を受けることとなりました。さらにチャンウォン市チンヘクのスープ店でも、従業員が食べ残しを鍋に戻して再利用している現場が目撃され、同様の処分を受けたようです。韓国ではこうした違反の場合、15日の営業停止と3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金と、比較的罰則が軽いことも問題とされているようです。編集所感。今回の概要。変わらぬ価値観。感染症と衛生対策。コロナでもとどまらない再利用。こうした内容をお伝えする場合にまず断っておきたいのは、韓国だけで起きていることではないということ。件数は別として。日本では千葉吉兆の使い回し、賞味期限改ざん事件が大きなニュースになりましたね。老舗の高級料亭だったばっかりに。何でも食べ残しの使い回しではなくて、手つかずのお料理の再利用だったとか。もったいない精神と節約精神だとかね。これはいいや。韓国では食品の再利用に積極的で、なんと2015年から2020年上期だけで、再利用が含まれる部類の違反が46,833件もあったそうです。これ、営業者遵守事項という項目なので、すべてが再利用に関する違反というわけではないのですが、いずれにせよ少なくはないということです。当然すべての違反が摘発されたというわけではないですから、相当な数の違反が今も行われていることでしょう。そもそもの衛生観念に問題があり、なかなか旧時代的な考えが一新されないようですね。最近報道に上がったお店なんかも、ついやってしまったとかそういう感じではないんですよね。バレたからやばいことになったみたいな反応。こうした事件を受けて考え方が変わっていけば良いのでしょうけど、探せばこうした報道はいくらでも出てきて減っているのかどうかもわかりません。スープは煮沸消毒されるから問題ないとかそういうことじゃないんですよね。あと、今は感染症の問題もあって、韓国特有の無料おかずなんかは下手をすれば感染源になりかねません。話したり食べたりしている時の唾液が飛んで付着している可能性も高いですから。なので手つかずとはいえど、細心の注意を払うのであれば、別の客に出していいとはならないわけです。韓国では給食の残りを冷蔵庫に保管して別の日に提供したところ、集団食中毒が発生したという事件も起きているようですね。ちょっとどこかで面白い話を目にしました。韓国での話なのですが、無料のおかずが小皿に色々出てくるわけです。その人は食事が終わった時にそれを一つのお皿にまとめるそうなのですが、感謝する店は再利用しない店、不機嫌になる店は再利用する店だそうです。なるほどね。これは一理ありますね。ただこういう情報が出回ったらお店側も表面的に感謝して事実を隠蔽するんでしょうけど、食品業界と衛生管理、そしてコスト問題、これらは常につきまとう問題でしょう。なのでこれは韓国に限った問題ではありません。日本でも同様の問題はあるでしょう。まあ、悪いことをする人はどこにでもいますから。日本では厚生労働省から食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針が提示されています。また、
今年の6月からは HACCP に沿った衛生管理の制度化が完全施行となり、より一層厳格な衛生管理が求められることとなるようです。いずれにせよ経営者や現場の責任者の考え一つで何もかも変わるでしょう。今や SNS の時代ですし、顧客の撮影一つで全てが変わる時代です。今回紹介した韓国の事例のように、それでも韓国で次々発覚してしまうということは、文化的に以前からこうしたことが罪の意識なく行われていたからだと思います。それも新型コロナウイルスで変わりつつあるようですが、そうでもないところも未だ多く残っているということでしょう。韓国では有名 YouTuber が動画である店の再利用を告発し、店を廃業に追い込んだという事件も起きています。これがまた実は事実誤認だったことが後ほど発覚し、この YouTuber は活動停止に追い込まれたようです。それだけ韓国では飲食店の再利用は社会問題となっていて、自治体によっては取締り強化など様々な対策をとっています。コロナで経営が苦しくなって、むしろ公然と無料おかずを再利用をするようになっているという話もありますね。最近飲食店のパセリってないよね。最近食べに行ってる？行ってない。そういうことか。私も昔居酒屋でバイトしていた時に、パセリは再利用しろって言われたような気がしなくもない。もう20年くらい前の話だけどね。ケーキ屋さんはケーキ冷凍してるよね。冷凍保存はまた話が違うと思うけど。あ、そう。でもパセリとかミニトマトとかは再利用できそうじゃない？なんか揚げ物を2度揚げしてって話を耳にしたことあるような。どこまでが良くてどこからがダメとかわからないね。かといって明確な指針を設けるのも難しそうだね。もうお店側の考え方だよね。そのうちお寿司屋さんもビニール手袋になったりするのかな？どこもマスクと手袋着用になったりするのかもね。突き詰めていくと。安心といえば安心だけど、手袋汚かったら意味ないよね。そうだね。ところで韓国の場合は大量に出てくる無料おかずや汁物が多く問題になってるんだよ。とつゆ戻しちゃうってちょっとね。自分一人ならいいけど。多分昔は誰も何とも思わなかったんだよ。その考えから脱却できてない人たちが問題を起こしてるんだと思う。昔っていつくらい？ 100 年前とかじゃないよね。韓国で再利用に関する罰則ができたのが2008年っていうから、それより前。それこそ20年前とかじゃない？これってどうしようもないよね。もう外で食べないことにするとかしなきゃ。そういう意味では消費者の信頼を失っているとも言えるね。ただ、コロナでどのお店も厳しいだろうから、ついついコストカットに走っちゃうんじゃないかな。テイクアウト専門店ならまだ大丈夫かな？そうかもしれないね。何か韓国では首都圏で取り締まりをしたら摘発0件だったらしいよ。じゃあ都会ではもう誰もやってないってこと？いや、おそらく単にバレなかっただけと思うけど。ひえ。昨日の東京は暑かったね。私も昨日は図書館行ったり八百屋行ったりしたけど、ちょっと暑かった。6月の気温だったとか言ってたよ。テレワーク中だったけど、私も緊急で2回ほどちょこっと外出したよ。何しに？コインランドリーに行ってきたんだよ。そろそろ羽根布団をやめて毛布に交換しよっかなって思って、押し入れに入ってた毛布を出したの。あれ、コインランドリーできたの？できた。家から歩いて5、6分のところに。へえ、結構近いじゃん。そう、ついにできたんだよ。新しいこともあってすっごく綺麗なんだよ。よかったね。それで外に干すのもいいんだけど、もっとふわふわにするために、そのコインランドリーに行ってきたんだよ。コインランドリーのふんわり乾燥機に入れるとふわふわになるからね。テレワーク中だったから、毛布を持って急ぎ足で行ってきたんだよ。お昼休みに行けばいいじゃん。お昼休みに持って行ったんだけど、ほら、洗濯乾燥終わった時はもうお昼休みじゃないから。なるほど。それでか。これ、前にも言ったかな？アクアっていうメーカーのふんわり乾燥機の話。毛布が買った時のようにふわふわのフワちゃんになるんだ。フワちゃんだと汚れるって意味だと思うけど。
そういえば前話した時は、この後にフワちゃんはあまり好きじゃないけどね。って言ったよね。無意味にフワちゃん何回も出さなくていいから。とにかく、夜寝る時にふわふわの毛布で寝たかったから急いでコインランドリーに行ってきたんだよ。1時間くらいして取りに行く時も、もし仕事の電話が鳴ったら困るからって脇目も振らず急ぎ足で取りに行ったよ。それで、暑い日に走り回って疲れたねってこと。電話持って行けばいいだけじゃないの？声の感じや周りのざわめきで外で電話してるなってわかると思うから面倒なんだよね。白雪さんはテレワーク中に外出してるって噂される？それだったらトイレで出られなかったってことにした方がいいんだよ。へえ、テレワークもいろいろ縛られて大変なんだね。それでね、いろいろと忙しかったおかげで昨日の夜はふわふわの毛布でぐっすり眠れたよ。汗でべっとりにならなかった？まだ朝晩は涼しいくらいだから大丈夫だってば。